はい、今回はですね、楽曲プロジェクト内でリファレンス音源を快適に視聴、分析可能なメトリック AB について解説していきます。ミックスやマスタリングの際ですね、リファレンス音源を参考にサウンドを構築していきたいということが多々あります。そのような場合に、このようにリファレンス音源をただですね、入れてしまっては、楽曲のマスタートラックに適用しているプラグインの影響をこのリファレンス音源も受けてしまいます。例えばマスタートラックでですね、EQ を適用していた場合、リファレンス音源もですね、このようにエフェクトの影響を受けてしまいますので、正確なモニタリングが困難になります。この視聴を切り離すには、オーディオインターフェースのルーティングを調整したり、DAW 内の機能ですね、いくつか組まなくてはいけません。そのような設定が一切不要というのがこの製品の魅力となっています。また後に解説しますが、現在制作している楽曲と周波数や位相、左右の広がり、そして音量の変化、ラウドネスメーターを使用して、様々な角度から AB 比較を行うことができます。まずこのプラグインを立ち上げる注意点として、マスタートラックエフェクトの最下段に適用するという点になります。今回の例で言いますと、マキシマイザーの前にこのプラグインを立ち上げた場合は、リファレンス音源のサウンドにもマキシマイザーが適用されてしまいます。それではリファレンス音源をプラグイン内に読み込んでいきます。この下16のリストになっていまして、最大で16曲のリファレンス音源を登録できます。登録方法も非常に簡単で、このソングリストのメニューアイコンをクリックして場所を指定して読み込む。またはですね、このように特定の場所、フォルダからですね、ドラッグ&ドロップで読み込むことができます。DAW によってはですね、このように選択を切り替えてしまうと、プラグイン自体消えてしまうという場合があります。このような場合ですね、音源ファイルを DAW の上に持っていきます。しばらくしますとプラグイン出てきますので、その場所に配置するという感じです。2曲目も同様に配置します。これで準備が整いました。まず A がですね、現在作業している楽曲が聞こえてきます。B に切り替えますとリファレンス音源。現在選択している楽曲が再生されます。この際、プレイバックウィンドウにしておきますと、楽曲のどの部分が再生されているかというのを視覚的に判断、もしくは再生ポイントをクリックで切り替えることができます。先ほど EQ の適用をお見せしましたけども、ここに EQ を立ち上げると、現在作業している楽曲には適用されます。ただですね、リファレンス音源の方には適用されないということがポイントです。この状態にしますと、先ほどお伝えしたスペクトラム、周波数、位相などを確認することができます。このディスプレイという部分、DL にしますと、今作業している楽曲とリファレンス楽曲の両方をですね、確認することができます。レイヤーにすると、この2つが重なって表示されます。これは他のメニューも一緒になります。このあたり使用しやすい方をご選択いただけたらと思います。そしてこのようにプラグインに楽曲を読み込んだ後は、他の楽曲でもですね、このリストを使用したいということも多々あります。そのような場合はこのデフォルト部分をクリックします。この中にセーブアズとありますので、これを選択します。あとは名前と任意の場所を選択して保存します。このようにですね、プリセットが保存されます。他の楽曲で使用するといった場合も、こちらオープンからプリセットを読み込むことができます。例えばロック、ポップス、EDM など複数の状態を保存しておくというのも非常に有効かと思います。ちょっと話が音源の読み込み時に戻るんですけども、先ほどですね、デスクトップから楽曲を読み込みました。この際の注意点あります。読み込んだ場所から楽曲を消したり、どこかに移動した場合ですね、製品はこの楽曲を見失ってしまい、サウンドを鳴らすことができなくなります。よってどこか分かりやすい場所にリファレンス音源専用のフォルダを用意して、初回はその場所から読み込んで、今後一切移動しないという使い方をお勧めいたします。またですね、いろいろな場所からリファレンス楽曲引っ張ってきて、それぞれどこにあるのかわからなくなってしまったという場合は、こちらメニューを開いて、Show in Finder。こうしますと、この楽曲がある場所にアクセスできます。そして最後に、一つ一つの場所を確認するのが面倒、もしくはですね、それぞれの音源を一気にまとめたいという場合は、先ほどのですね、プリセットメニューを開きまして、Create Archive を指定します。先ほどのプリセットと拡張子が同様なんですけども、このように保存しますと、使用している楽曲とプリセットファイルをまとめたですね、フォルダを作成してくれます。バックアップも含めて非常に便利かと思います。はい、といった形でメトリック AB 基本概要を解説してきました。次回は製品をもっと便利に使用するための機能や、この上のメニューですね、これらの解説を行っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。